アルミ板 1mm で焼肉グリルの油跳ね防止パネルを作ってみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。焼肉を楽しんで終わってみれば、グリルの周囲には結構広範囲に油跳ねが確認できます。グリル自体の汚れは致し方ないですが、後片付けをもう少し軽減したいのです。そこで市販の油跳ね防止パネルは結構お高いので、1mm のアルミ板を加工して作ってみました。見よう見まねで作っていますので、細かい点はご容赦ください。前作では同じく見よう見まねで鉄板リフターも作っています。ご覧になりたい方は説明欄のリンクをどうぞ。それでは動画をお楽しみください。計画図です。油跳ね防止パネルを作るため、グリル部を採寸して描いてみました。グリル面の全体図です。ハッチは油跳ね防止パネルを示しています。クリアーがミリ単位なので精度を出すためにカッターを使った切断が最適です。カッターならほぼカット線で切断が可能だからです。グリル枠の内側寸法は 285×185 です。鉄板別売は 279×179 です。この両者の間に収まるように外側寸法を 282×182 とします。グリルのコーナーはこのような円弧になっています。この枠と 1.5mm のクリアーで大きさを考えます。鉄板までは 0.5mm です。この利角で枠同士の利角は約 0.7mm です。なので枠と鉄板の利角 3mm の中間に設置するとアルミが枠の R に当たることになるのです。長辺部材の寸法図です。端部はパネルを受けるためにこのような形をしています。短辺部材の寸法図です。こちらの端部も同じような形をしていますが位置が違っています。この計画で製作を進めます。アルミ板の切断。グリルを採寸して油跳ね防止パネルの図面を描きました。カットするためにアルミ板にシールを貼り付けました。直線の交点に小さい穴を開けてそれらを結ぶようにカッターでカットしていきます。まずこの4箇所に穴を開けて長辺を分離します。穴同士にカッター目を入れます。1mm ですので5、6回で OK です。
穴を目印にして裏側もカッター目を入れます。板厚が 2mm の場合はカッター目を10から15回に増やします。この方法は 2mm 厚が限度です。2mm を超えるとカッターの回数を増やしてもうまくいかなくなります。パネルの端をカットしてしまいます。裏側もカッター目を入れます。長い辺は変形を防止するために当て木をして曲げカットします。当然ですが、当て木は変形させたくない方にします。そしてこのように曲げを数回繰り返してカットします。カットできました。カット辺はぐちゃぐちゃです。当て木を外します。変形は認められません。裏もです。同じように長辺をカットします。4ピースを切り出しました。続けて不要な部分をカットしていきます。この字型の部分をカットします。方法はこの字の他に短辺側に斜めのカット線を入れます。この部分です。裏側もカッター目を入れます。三角の部分を先にねじ切ります。反対側です。あとは直線部を木材の角を使って折ります。できました。足の R 部は金切りバサミを使います。これは 2mm 厚になると変形してしまいます。1mm だからこそ可能なのです。直線カットは線がいまいちまっすぐにならないのでカッターがおすすめです。細かい細工をしていきます。
外部の細工。この部分のカット位置は慎重にカットします。パネル同士の高さが変わるからです。それと直線カットではないので、カッターは回数を増やすと良いでしょう。端材を取り除きます。同様に繰り返します。粗カットが終わりました。あともう少しです。これからプレートが入り込む書き込みを作ります。プレートの厚みは1ミリです。ここに図面に従って深さ2ミリ、幅 1.5 ミリのへこみを作ります。このヤスリの幅がちょうど 1.5 ミリなのでこれを使います。幅違いはガタつきが生じ、深さ違いはその分パネル頭が不揃いになるので慎重に行います。このように1分ほど削ります。この4箇所計16箇所を丁寧に削ります。出来型の確認。プレートが入り込む書き込みです。深さと幅はほぼ2ミリと 1.5 ミリです。合わせるとこのように噛み合います。噛んだ状態でプレート同士の頭が揃います。グリル枠に合わせてみます。まだ粗削りですがイメージ通りに収まりました。枠がほとんどぴったりにできているのでガタつくこともありません。先ほどの書き込みの深さを不揃いにすると各パネルの頭が揃わなくなります。この部分です。ぴったりすぎて枠ごと持ち上がりますね。周りの縁を10ミリ折り返します。短辺は両端を10ミリ切り取ります。完成しました。検証は次回リビング編をどうぞご覧ください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。
チャンネル登録と通知をオンにお願いします。